合コンの末、顔面をぐちゃぐちゃにされ殺された留学生。カップルが凄惨な犯行に及んだ理由とは。2016年5月11日、ドイツザクセン・アンハルト州デッサウ。中国人留学生のリ・ヤンジェは夜の街を走っていました。アンハルト応用科学大学へ通う彼女は学業優秀な上、日課のジョギングを欠かさないけなげな女性。この日も音楽を聴きながら気持ちのいい汗を流していました。すると、何ですか？ヤンジェが下宿しているアパートのある通りへ戻ってきたところに話しかけてきたのは一人のドイツ人女性。どこか気弱に見える彼女の声は頼りなく、勇気を振り絞って話しかけてきたことが分かりました。女性は家で頼み事があるらしく、ヤンジェをその建物へ誘います。夜遅くに見知らぬ相手の家に入ることに気乗りしないながらも断りきれず彼女に従ったヤンジェ。彼女はこの2日後、顔面ぐちゃぐちゃの遺体となって発見されるんです。見知らぬ女の家に誘い込まれ、原型をとどめない姿で発見された女性。彼女を襲った殺人カップルの意図とは。カップルたちの狂気を生み出したのは恵まれない者同士の悲しい関係だったんです。オソスイヒハイセケンジ。闇闇かです。気づかなかったわよ、あなたの自己紹介が終わったことに。ドイツといえばイヒハイセケンジですよね。ドイツ語？それドイツ語です。僕大学生の時ですね、ドイツ語を取ってたんですけれども、ドイツ語の B 動詞イヒハイセとかビンとかで、僕その時何にも分かんなかったんで、すっげえ恥ずかしいんですけど、テスト用紙の空欄という空欄に全部ビン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 書いてたんですけど、そしたらビン1個も答えになくて0点でした。それよく卒業できたわね、あんた。本日ご紹介するのはドイツで起きた中国人留学生殺人事件についてなんです。この事件の驚くべきところは、犯人がなんとカップルだったという点なんです。カップルどういうこと？どういう思想を持ったカップルだったの？ぶっ飛びすぎじゃない？ちょっと本当にぶっ飛んでるんですけど、この事件はですね、被害者の女性が絵に描いたような親孝行をする素敵な女性だったっていうのも一層ね、事件の悲しみを増してるんです。そもそも被害者の女性は夜のジョギング中に襲われたんですけど、一体どんな経緯で事件に巻き込まれてしまったんでしょうか。不穏な頼み事。2016年5月11日、ドイツザクセン・アンハルト州デッサウ。夜8時半、ヨハネス通り4番地のアパートから姿を現したのは中国人留学生のリ・ヤンジェ。オフホワイトの T シャツに黒のスニーカー、耳にイヤホンをはめた彼女は日課のジョギングに出かけるところ。この街で暮らすのもあと2ヶ月か。感慨深そうに夜の街を走り出したヤンジェ。アンハルト応用科学大学の建築学科に通っていた彼女は卒業を目前に控えていました。ヤンジェの夢はドイツの建築技術を学び、両親にガラス張りの開放的な家を建てること。親孝行な彼女は真面目に学業に励み、着実にその夢に近づきつつあったんです。両親のためにガラス張りの家作ってあげたいなんてめちゃくちゃ素敵な夢じゃないのよ。そんなけなげな子がこんな悲惨な事件に巻き込まれちゃうわけ。そうなんです。この後ね、出会う女性に対してヤンジェはね、嫌な予感っていうのをちゃんと感じてたんですけど、結果ね、悲劇は防げなかったんです。旧市街、美術館、公園といつものジョギングコースを走り抜け、アパートのあるヨハネス通りへ戻ってきたヤンジェ。するとそこには夜遅い時間にもかかわらず、一人の女性が何かを探すように辺りを見回していました。そして女性はヤンジェの姿を見るなり、恐る恐る話しかけてきたんです。しかし、何ですか？そう、留学生のヤンジェは英語は得意でしたが、ドイツ語が話せませんでした。メガネをかけた気の弱そうなそのドイツ人女性は、ヤンジェのアパートの隣のアパートを指さし、何かをお願いしている様子。こんな夜中に知らない人の家に入るのはちょっと。異国の地での見知らぬ女性からのお願いに一瞬戸惑いを見せたヤンジェ。しかし周りを見渡しても人通りはなく、女性が他に頼れそうな相手はいそうにありません。わかりました、いいですよ。少し考えた後、そう返事をしたヤンジェ。彼女は女性の後に続き、改修工事中のそのアパートの中へ入っていきました。この後ヤンジェは何時間経っても自分のアパートに帰らなかったんです。確実に女性のアパートで何かあったわよね。そうなんです。周りもヤンジェに何か起きてるっていうのを感じてたんですけど、すぐにはね、彼女を発見することはできなかったんです。その晩、ヤンジェが帰らないことを心配したルームメイトたちは彼女の携帯に何度も電話をかけましたが、繋がることはありませんでした。翌日、ルームメイトたちは大学に相談し、警察へ通報。警察はすぐにヤンジェの携帯へ連絡を試みました。すると、もしもし、あなたは誰ですか？ヤンジェの携帯はこの時ようやく繋がったのですが、電話口から聞こえた声は明らかに男性の声だったんです。その後、特に何も話すこともなく切れてしまった電話。警察がかけ直しても再度繋がることはありませんでした。ここから警察は数百人を動員し、警
警察犬や上空から遠赤外線カメラを用いての捜査を実施。パトカーが何度も行き交い、デッサウの街は諸々しい喧騒に包まれていきました。一方、中国に住むヤンジェの両親にはアンハルト大学で彼女を教えているルドルフ・リュックマン教授から状況が説明されることに、きっと無事に見つかるはずです。状況が分かり次第またすぐに連絡させていただきますので。そう言って受話器を置いたリュックマン教授。彼のその言葉も虚しく、この後最悪の事態が待っていました。ヤンジェが姿を消してから2日後の5月13日、彼女はアパートの隣に立っていた工事の足場の中で全裸の遺体となって発見されたんです。警察は遺体の身元確認のためすぐにリュックマン教授を呼びました。これはご両親にどう説明すればいいんだ。原型をとどめないほどぐちゃぐちゃに潰されたヤンジェの顔にリュックマン教授はただ呆然と立ち尽くしていたんです。ちょっとえげつなさすぎるわよ。これをカップルがやったっていうの、明らかに正気ではないですよね。このヤンジェをいたぶったカップルっていうのは一体何者だったんでしょうか。想定外の自白。全身あざだらけで肋骨を何本も折られた状態のヤンジェの遺体。その傷はあまりにも多岐にわたっていたため病理学者も死因を特定できないほど。明確なのはヤンジェが性的暴行の末に殺されてしまったということ。ヤンジェの体内には彼女を襲った男のものとみられる体液がたっぷり付着していたんです。またヤンジェは暴行を受けながらも相当に抵抗したとみられ、爪の間には犯人の皮膚の一部も。それらは DNA 鑑定に回されますが、前科者のデータベースには一致する人物は見当たりませんでした。犯行はゼノフォビアによるものかもしれないな。ゼノフォビア、何それ。いわゆるね、外国人嫌悪のことなんです。というわけで本日のメトラーキーワード、ゼノフォビアについて。ゼノフォビアとは外国人や異民族を嫌悪する心理的概念。どの国にも少なからず存在するもので、ドイツ国民の中にも根付いています。ドイツは戦後経済成長に伴う労働不足を補うため外国人労働者を積極的に募集しました。結果トルコから多数の移民が訪れ、現在ドイツ国内には約200万人のトルコ系移民が暮らしています。1990年ドイツでは別々の経済体制を築いていた西ドイツと東ドイツが再統一され、経済が混乱、労働市場が不安定になったことで他国から稼ぎに来ている外国人への嫌悪感情が蔓延しました。また移民の方々はドイツ人と宗教が異なり交わりにくいことも嫌悪感情の原因になっているんです。その後ヤンジェが通っていたアンハルト大学は彼女の両親の旅費を負担しドイツへと呼び寄せます。実はヤンジェの父親は警察官。そのため父親はドイツへ到着するや否や遺体の発見現場を見たがったんです。そして現場を訪れたヤンジェの父はすぐにこう指します。犯行はヤンジェのアパートの隣のアパートで行われたんじゃないか。ドイツの警察はヤンジェはどこか離れた場所で殺害されてからアパートのそばに遺棄されたものと考えていました。一方ヤンジェの父が隣のアパートが怪しいと睨んだのは、その建物が改修工事中だったため、そのアパートは一時的に退去している住人が多く、ほとんどが空き部屋。犯罪行為には絶好のスポットに思えたんです。お父さんめちゃくちゃ鋭いじゃないのよ。これにドイツの警察は気づいてなかったの？全然。実はね、ドイツの警察も気がついてはいたんですけど、犯人の家族が原因で捜査対象から隣のアパートが外されていたっていう説もあるんです。ヤンジェの遺体が発見されてから10日後の5月23日、デッサウの警察署へ一人の男がやってきました。いやあ、セバスチャンじゃないか。今日はどうしたんだ。セバスチャンと呼ばれた大柄な男は警察官とも顔見知りの様子。そして警察に問われたその男は思わず耳を疑うような発言をするんです。何日か前にアパートの近くで女の遺体が発見されただろう。その女に付着していた DNA は多分俺のだ。突拍子もないことを言い出したその男はセバスチャン・フレック、デッサーの警察署長の息子でした。あっけに取られる警察を前にセバスチャンは続けてこう説明します。遺体が見つかる何日か前に俺の恋人とその女と3人でやったんだ。彼女とはそれっきりだったが俺の DNA が付着しているはずだから疑われる前に説明しようと思って。当然セバスチャンの言い分を警察が素直に聞くはずもなく、彼はその場で逮捕。その後恋人のゼニア・ラングも子供を連れて街を歩いているところをすぐに逮捕されたんです。ちなみにセバスチャンは父だけではなく両親ともに警察官。犯行現場となったセバスチャンのアパートの捜査を担当したのは彼の母親でした。これってさ、お母さんが息子の犯行かばってたってことでしょ。警察が殺人犯の犯行かばってるって最悪じゃないもん。ですがね、両親が彼をかばったっていう決定的証拠は見つかっていないんです。問題はなぜこのカップルがここまで凄惨な殺人に及んでしまったのか。犯行動機には2人の悲しい恋愛関係が隠されていたんです。妄想の共有。
1996年、デッサの町で生まれたセバスチャンは、母親が19歳の頃の子供。セバスチャンを溺愛していた母親は、幼少からいつも彼の不正をかばっていたといいます。例えば、セバスチャンが学校で女性教師の体を触り、問題になった時のこと。あなたの方から息子の体を触ったんじゃないの？母親は何を言ってもその一点張りで、結局セバスチャンが罰せられることはありませんでした。また、セバスチャンが痴漢を働いて精神科病棟へ入院した時には、彼がホームシックになってると言い、無理やりに退院させてしまったことも。その際、精神科医は次のように母親に説明しているんです。彼は犯罪に対する良心の呵責がほとんどありません。他者への共感が乏しく、何かあれば自分が不当に扱われていると感じる傾向があるんです。セバスチャンのその性格は反社会性パーソナリティ障害に当てはまるもの。その性格を放置されたまま育ったことがそもそもの間違いだったのかもしれません。いや、これもう両親がさ、警察官だって言うからめちゃくちゃ厳しく育てられたんでしょって思ってたら、これはもういつか犯罪するのは目に見えてるようなもんじゃない。こんな話を聞かされたらね、母親が今回もまたセバスチャンをかばってたんじゃねえかって勘ぐっちゃうのが普通なんですけれども、さらに恋人のゼニアっていうのは、セバスチャンとはね、また別の問題を抱えていて、もう問題だらけ、こいつ。セバスチャンと恋人のゼニアが出会ったのは、2人がそれぞれ17歳と16歳の頃。2人の関係は恋人として明らかに異常でした。痛い痛い、激しく痛めつけるようなセバスチャンとの性行為に悲鳴を上げていたゼニア。一通り行為が終わると、彼女はセバスチャンにこう言いました。お願い、もっとやって。ゼニアは過激な性行為を好むセバスチャンを少しでも喜ばせようと必死でした。彼女は幼少からママ父の性的暴行に悩まされ、16歳で同級生の子を妊娠したかと思えば、すぐに捨てられてしまった悲惨な生い立ちの持ち主。人間関係にトラウマを抱え、人と関わることを避けてきたゼニアにとって、いびつな形でも自分を求めてくれるセバスチャンは特別だったんです。セバスチャンはゼニアに性生活を規制する誓約書まで書かせ、行為を拒んだ際にどんな罰を与えるかをリストアップしたカタログを用意。気持ち悪いな。ゼニアに性的暴行を加える際にビデオ撮影をするなど、その振る舞いは常軌を逸していました。精神医学の見地では、2人は1人の妄想が伝染する感応精神病の状態にあるとされています。そしてセバスチャンはゼニアと数年を過ごすうち、彼女との関係だけでは満足できなくなってしまったんです。うまいこと言いくるめて、女を連れてこい。出ないと今すぐ別れるぞ。事件があった2016年5月11日、セバスチャンにそう言われ、ゼニアは慌ててアパートの表通りに飛び出したんです。あまりにも異常すぎて言葉が出ないわよ。ゼニアはセバスチャンに捨てられちゃったらもう誰も受け入れてくれる人はいないぐらい思ってたってこと？これまでね、男性にいろいろ虐げられてきちゃってたんで、どうにかセバスチャンの言うことを聞こうってなってたんですよ、ゼニアはね。だからもう本当に言いなりって感じです。そんな2人のアパートへ迷い込んだヤンジェには、想像を絶する恐怖が待ち構えていたんです。魔物の住処。2016年5月11日、ジョギングから帰ってきたヤンジェは、通りで出会ったゼニアの後に続き、改修工事中のそのアパートへ足を踏み入れました。次の瞬間、ドアの陰に隠れていたセバスチャンに体当たりされ、転倒してしまったヤンジェ。彼女は有無を言わさずアパート1階の空き部屋へ引きずり込まれてしまうんです。アパートの空き部屋へ連れ込まれた後、セバスチャンに散々に暴行を加えられ、立つこともままならなくなってしまったヤンジェ。そんな彼女の前にかがみ、携帯で何か懸命に文字を打っていたのは、セバスチャンの恋人ゼニア。あなたは一人暮らし？ゼニアが見せてきたのは Google 翻訳の画面だった。その画面を見せられたヤンジェは、朦朧とする意識の中でゆっくりと首を横に振った。あなたの友達は警察に通報する？続けざまに携帯画面を見せてくるジェニア。ヤンジェはまた首を横に振った。彼女がここで否定の合図を出したのは、警察を呼ぶような素振りを見せればまたひどい目に遭わされると思ってのことだったのかもしれない。しかしヤンジェのその反応は逆効果だった。ヤンジェが通報の心配はないと答えたのを見て、不敵に笑みを浮かべたセバスチャン。彼はタバコに火をつけると、恋人のゼニアに向かってこう言った。俺はこれを吸い終わってからやるから、先にお前とこいつのを見せてくれよ。そこからセバスチャンに言われるがまま、ヤンジェと体を交えたゼニア。その後ゼニアは子供の泣き声が聞こえてきたため、自分の部屋に寝かしつけに向かいました。そしてしばらくして戻ってくると、すでにヤンジェは息絶えていたというんです。どうして殺しちゃったの？震える声でセバスチャンに尋ねた恋人のゼニア。彼は動揺する素振りもなく言いました。どうしてって、もう終わったから。怖すぎる。ちょっと人を殺すことなんとも思ってないわよ。もう絶対こんなやつね、社会に出しちゃいけない。ずーっと地中とかにいてほしい。そんなヤバすぎるセバスチャンは、今回以外にも数えきれないほどの犯罪を犯していたんです。だろうな。
警察がセバスチャンを逮捕した後、調査によって彼は過去に放火、破壊行為、暴行など40件以上の事件に関与していたことが判明。公にならなかったのは警察官の両親がもみ消していたためかもしれないんです。また今回の事件に関しても犯行から逮捕までの間、セバスチャンは母親と40回も通話しており、どう振る舞えばいいかを相談している様子でした。遺体発見の1週間後には両親がセバスチャンのアパートを訪れ、引っ越しを手伝っている姿も目撃されているんです。こうした経緯を踏まえ、2016年6月6日、ザクセン・アンハルト州の内務大臣はセバスチャンの父がデッサーの警察署長を解任されたことを発表。ただ最終的にセバスチャンの両親が捜査を妨害した決定的証拠がないとされ、父親は復職しているんです。取り調べにおいてセバスチャンは犯行を一貫して否認。しかしアパート1階のアンティークショップの監視カメラに恋人のゼニアがヤンジェを誘い込む姿が映っており、動かぬ証拠に。この他セバスチャンの靴にはヤンジェの血痕がしっかりと付着していました。事件から約1年後の2017年8月4日、強姦殺人の罪に問われたセバスチャンは仮釈放なしの終身刑に。一方恋人のゼニアは情状酌量が認められ、禁錮5年半の刑が下されたんです。2人は被害者ヤンジェの遺族に対し6万ユーロ、日本円で約1000万円の支払いも命じられました。犯罪に両親の呵責を感じないセバスチャンと、虐げられてきた経験ゆえに自分を求めてくれる彼に依存してしまったゼニア。彼らの危険な関係性のようにダメだと分かっているのに離れられなかった経験はあなたにもありませんか？警察に銃を乱射し生配信した15歳の男女。彼らが民家に立てこもり続ける理由とは。2016年11月14日、ロシアプスコフ州北東部の村ストルギ・クラスニエに向けて走る車の中で不安げにスマホを眺めているその女性はオルガ・ムラビエフ。彼女は3日前に失踪した息子デニスの SNS が更新されるのを今かと待っていました。お願いデニス、変な気を起こさないで。この日、母オルガは失踪した息子デニスとその恋人がストルギ・クラスニエの村で発見されたと連絡を受けました。そのため警察とともにその村へ向かっていたのですが、2人が民家に立てこもってもう何時間も出てこないと聞き、気が気ではなかったんです。そうやって母オルガが気をもんでいた時のこと。デニス？突如 SNS 上で配信を始めた息子デニスとその恋人カーチャン、2人は配信画面上で警察に向け銃を乱射していたんです。警察への銃乱射を生配信した少年少女。15歳の2人が抱えていた葛藤とは。一見ただの暴走に見える2人の行動は、最愛の人を守るための逃避行だったんです。